はい、どうもこんにちは。本日はですね、以前、こちらのワゴン R MH22S、アトトさんのね、S8 Pro の Android ナビに交換したばっかなんですけども、あれからもう2、3ヶ月ぐらい経ったんですけれども、アトトさんの方から案件をいただきましてですね、今度は最新フラッグシップモデルの X10 でございます。こちらのですね、商品をご紹介したいと思いますので、さらに S8 Pro よりも X10 の方がバージョンアップしたということでですね、実際に取り付けて機能をね、確かめてみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。早速交換するんですけども、届いた商品はこちら。ういということで、こちらがアトトさん X10G211E モデルでございます。それと同時に、こちらの ACFHD02LR のリア録画カメラ。さらに、こちらの ACFHD02DV ということで、フロント録画カメラ。マーブラのもう古いタイプのドライブレコーダーがついてるんですけども、こちらでね、ナビとドライブレコーダーを連動させることもできますので、願ったり叶ったりなので、こちらも一緒につけたいと思います。商品の中身を紹介したいと思います。メインの方に開けてみましょう。開けると、じゃじゃん。これを開けますと、空箱に見えるね。実はですね、今までってデッキがここにあって、その前にモニターがつくっていうタイプだったんですけども、今回のは、ここの部分は空きスペースになります。なので、配線がいっぱいの車両なんかの場合なんかは、ここにしまっておけるスペースができますので、マーブラの車両なんかもサブウーファーとかつけてて、配線が結構ガチャガチャいっぱいあるんですよ。なんですけども、今回ここの部分のスペースが空きますので、今までね、オーディオを差し込む時なんかに苦労してた人なんかは、この空いたスペース分があるので、だいぶ収まりが良くなっていいんじゃないかなと思います。それとあとは説明書と配線関係ですね。様々なね、配線がございます。GPS のアンテナとかですね。こちらが付いております。そして、さらに開けていくと、ここに本体がございます。これがモニター。まあ、大きさは変わんないね。これですよ。ユニット。こんだけの大きさ。非常にコンパクトですね。今までね、S8 Pro を散々使ってたんで、今回の X10 に変わったことによって、その処理速度とか、ドライブチャット機能なんかも向上してるらしいので、今回はバージョンアップされてるということで、さらにね、期待できるんじゃないかなと思います。ということで、このモニターがシンプルになったと。同様に、こちらがフロントカメラですね。カメラがあって、これは配線ですね。マーブラが苦手な純正のチューブのところの配線通しなんか楽な感じの端子になってますね。細くなってるんで、非常に好印象です。はい、これがフロントカメラですね。これでガラスにベーンと貼って、そのままだと車種によってね、ガラスの傾斜が違うので、ここで後ろのつまみで高さを調整できると、こうやってね、いうような感じになってるようです。配線もこれだけなんで、通しやすいよね。そしてリアカメラが同様だと思います。これが配線で、やっぱ同じだね。端子細いね。端子が細いのは取り付ける側からすると本当ね、助かるんですよ。これがリアカメラです。小さいね。コンパクトだね。じゃあ、早速取り外しながら、この新しい X10 を取り付けていきたいと思います。はい、ということで、無事にインストールできました。ご覧ください。じゃーん。こんな感じでね、インストールできました。前回の S8 Pro と比べると、取り付けに関しては、ユニットとかがガッチャンコされてるのがちょこちょこあったんで、付けやすかったですね。アンテナが集約されてたんで、取り付けが非常に容易でした。配線もカプラーになってたんで、スッキリしてたんで、ちょっとご覧いただけないかもしれないんですけども、こちらのオーディオの中というのは、非常に配線の数が減りました。なので、取り付けは前の S8 Pro と比べると取り付けしやすいですね。同様に、このモニターとユニットがくっついてて、厚さも、ここの部分だけがユニットっていう感じなので、非常にですね、スペースが確保されるんですね。なので、この後ろ側も先ほどね、見ていただいてわかる通り、ここら辺に実際ボックスが入ってるんですけども、そこのボックスの中も空洞となってるので、配線をね、そこにしまい込めるので、インストールする際も非常に楽でした。ただ、一つ前回の S8 Pro と今回の X10 で大きく違うのは、
取り付けはしやすかったんですけども、モニターが固定式となってます。なので、ワゴン R は幸いにも、ここのコラムシフトがこのような感じで当たらなかったので、何よりなんですけども、車種によっては、もしかしたら干渉とかするかもしれないです。まあ、多分大丈夫だと思いますけど、ただあまりにも大きいシフトノブとかつけちゃうと、取り付けられないとか干渉するとか、そういうのは出てきちゃいますので、そこは気をつけてください。あとはですね、前はマイクとか別体であったんですけども、今回はここにマイクが収容されてる感じなので、そこら辺のガチャガチャした配線なんかを除くこともね、できたので、取り付けは簡単でした。それでは早速起動してみたいと思います。まず実際エンジンかけてみて、画面が前よりも綺麗になりました。M さん的にどう？発色良くなってね。だよね。画面的に高精細にもなってるかなっていう印象があります。同様に、今回はバックカメラ、ちょっと見てみたいと思います。バックカメラこんな感じです。こんな感じでね、すごい綺麗なんですよ。という感じでこんだけ綺麗でございます。同様に、今回はですね、この DDVR というので、これ何なのかと言いますと、これタップすると、実はですね、フロントカメラもついてます。いわゆるドライブレコーダーの機能もついてまして、ここの USB のジャックの方から SD カードをつなげて、それで記憶装置を接続すれば、ドライブレコーダーの映像も保存できるというような感じで、ドライブレコーダー機能もついてます。もちろん画質も綺麗です。同様に地図なんかも速度なんかも日にちとか時間なんかももちろん出ますので、一般的なドライブレコーダーの機能と遜色なく見れるとなっております。ドライブレコーダー機能がついているので、エンジン切ってる停車時なんかでも録画ができると。いたずら防止とかでね、そこら辺なんかも監視できるというような感じで、非常に優れた。だからマーブラの車両、今時の車両になっちゃった。なので、煽られたら煽り返すと。いや違う。車のナンバーまでね、綺麗に映ります。そうだね。そう、中に乗ってる人の顔もしっかり映ります。映りますね。はい。それで、走行中なんかでもこうやって常時見れたりとかもできますので、非常におすすめでございます。あとは、音質もアンプが変わったせいか、S8 Pro のアンプよりもさらに改良されてて、スピーカー変わってなくても音質良くなります。YouTube 起動してみたら？そうね。グッド ID や。はい、どうも本日はですね、こちらのあら、楽しい YouTube。画質もめちゃめちゃ綺麗です。このような状態。ワゴン R をワゴン R で牽引して入ってきた。音質良くなったでしょ。画面の向こうのあなたの方がいい音です。あらやだー。なわけないじゃん。はい、ということで、音質もかなり良くなっております。地図の起動なんかも見てみようか。マップ。ほら、こんな早いんです。でででーんってやっても、ほら。早いでしょ。ほら。結構早いでしょ。ね。各部の地名なんかも、ちゃっちゃかちゃっちゃか出てきてくれるんで、ほら。こんな感じでね。なので、かなり処理速度も速いと。それと同様に、今回の機能は、このアプリなんかも、前はね、固定だったんですけども、ある程度ね、任意でこういう風に動かすことができます。こんな感じでね。かなり自由度が広がりました。それと同時にですね、マーブラ取り付けの時に、リアカメラの設定なんかで、アトトさんの方にも問い合わせたんですけども、非常に対応がいいです。だいたいメールを送れば、その日のうちに24時間以内に返信サポートがあって、こうしてみてください、ああしてみてくださいっていう指示なんかもくれるので、すごくね、海外のメーカーってなかなかね、連絡のやり取りっていうのが遅くなりがちなんですけども、アトトさんはね、そこら辺のサポートも非常に早かったなっていう印象があります。おかげで対応もしっかりとできました。今回 S8 Pro と比較してもバージョンアップした感はすごくありまして、今回これに変えて正解だったかなと思います。フラッグシップモデルなので、かなりおすすめじゃないかなと思います。大型モニターのナビゲーションってね、結構車が大きくないととか思いがちかもしれないんですけども、意外に片遅れのワゴン R ですけども、それでも違和感なく収められているので、すごくいいんじゃないかなと思います。これね、Android ナビを考えている人なんかは、起動も早いし、画質も綺麗だし、サポートもすごく早くね、対応してくれるので、マーブラ結構
海外企業さんってちょっと敬遠しがちなんですけど、アトトさんに関しては、マーブラはかなりいいかなっていうふうに感じました。これ確か2つ接続できるって言ってなかった？あ、そうです。今ね、iPhone のカメラで撮影しちゃってるんで、ちょっとできないんですけども、例えば iPhone のカープレイと、この M さんの Android の携帯を2つ同時に接続するっていうのも可能です。だから一つはナビを見て、一つは音楽聴くとか、そういうのなんかが一斉に2台接続できたりとかするので、機能は満載であるというような感じになっております。これが今回ね、Android ナビのアトトさんの X10 のフラッグシップモデルですね。そのナビゲーションになるんですけれども、価格はね、8万円台となってるんですけれども、正直この様々な機能がついてて、この画質で、この画面で購入するんであるならば、悪くないかなっていう感じがします。操作に関しては、Android ナビっていうぐらいなので、Android と同じです。iPhone 使い慣れてる人なんかでも似たような感じの操作なので、基本的にはスマートフォンを操作してるみたいな感じで触れますので、そんなに操作に苦労することはないんじゃないかなと思います。もちろん前回同様にドライブチャット機能も搭載されていますので、ぜひお使いいただければと思います。ということでね、こちら購入考えてみようかなっていう人に関しましては、キャンペーンの内容を付随したバナーを貼っておきます。ブラックのところから購入すれば安く買えますよというのをつけておきますので、ぜひ購入をお考えの方は概要欄をね、ご覧いただければと思います。こちらのアトトさんの X10 Android ナビ最高でございます。これがね、正直10万円切って購入できるんであるならば、かなりいいんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録をね、よろしくお願いします。ということで、アトトさん X10 Android ナビとぜひおすすめでございます。それではまたお会いしましょう。さよなら。